皆さんこんにちは、エミです。今回はアメリカで最も人気の観光スポットであるエンパイアステートビルをご紹介したいと思います。ニューヨークのシンボル的存在であるエンパイアステートビルは第二次世界大戦前の1931年に建設されたアールデコ様式のデザインのオフィスビルで、当時は世界初となった102階建ての建物なんです。エンパイアステートビルを日本語に訳すと帝国州ビルということで、アメリカの経済力・産業力を示す証として建設されました。エレベーター73基、6500個の窓で構成されていて、鉄骨フレームは驚異的な最新技術の結晶と評されました。1972年にワールドトレードセンターが完成するまでの42年間、世界一の高さを誇るビルだったんです。1986年にはアメリカ合衆国特定歴史建造物に指定されるなど、ニューヨークのアイコンとなっています。1993年から新しいエレベーターや空調システムなどが修復され、2018年には新しいエントランスが完成し、2019年には2階と80階の展示スペースの全面改修が完了しました。2021年に生誕90周年を迎え、2022年現在エンパイアステートビルはニューヨークで4番目に高い建物で、街全体を一望できる展望台としても有名です。中に入ると広い空間になっていて、記念写真が撮影できる場所やインスタ映えする背景がたくさん設置されています。私たちは2年前にも来ましたが、同じ場所で写真を撮りました。2階の受付にたどり着くまでの通路にはビルの歴史やポップカルチャーなどの展示があり、エンパイアステートビルの世界観を見ることができるスペースになっています。1階のロビーにあるエンパイアステートビルのミニチュア模型をバックに、ここでも写真を撮ることができます。アールデコ様式の建物が細かく再現され、エンパイアステートビルに来たという実感が湧いてきます。2階の通路にはエンパイアステートビルを象徴する写真が大きく飾られていて、さらにワクワク感が増すような工夫がされています。通路の先には手荷物検査をする場所があり、セキュリティチェックがあります。この後バーコードのチケットをスキャンして中に入ると、まずお決まりの記念写真を撮影してくれます。1枚20ドル以上しますが、もちろん買うか買わないかは自由です。中に入るとまずビルの設計図などが展示されています。エンパイアステートビルの見どころは展望台だけではなく、2階と80階にその歴史を紹介する博物館のような展示場があります。最初のエリアは1920年代からスタートです。工事が始まった当初の街並みのモノクロ写真があり、ここには望遠鏡がたくさん設置されていて、そこを覗いてみると当時の活気あふれるニューヨークの街の様子をフルカラーで見ることができます。当時ニューヨークでは超高層ビルの競争が繰り広げられていました。1930年4月の着工から驚くべき速さで進められ、わずか13ヶ月後の1931年5月にオープンしました。しかし世界恐慌の影響で1940年代までオフィス部分は多くが空室であったため、エンプティステートビルディング、空っぽのビルと揶揄されたこともあったそうですが、1950年代にはいろんな会社のオフィスが入り始め、アンテナタワーも設置され、現在でも放送電波塔としての役割も担っています。建設工事のエリアでは当時の作業現場をデジタルパネルで再現されており、働く人々の映像を見ることができます。建築中の様子をリアルに感じることができ、鋼鉄の針を所定の位置に動かしたり、熱いリベットを投げて掛け声を掛け合う鉄工作業員や、石工の作業風景を見ることができます。昼食休みを取る
実物そっくりの作業員の銅像と一緒に写真も撮れます。等身大の彫刻なども設置しています。残念ながら完成までに作業員5名が工事中に亡くなったと言われています。命綱なしに働く労働者たちの写真はプロの写真家ルイス・ハインが撮影しました。彼は建築史に残る偉業を記録するために雇われたそうです。彼は私たちが素晴らしい建築を見るとき、ここで労働した多くの人々への敬意も忘れないでほしいと語っています。エンパイアステートビルのオープンの日、新聞配達員がニューヨーク市の路上で世界一高いビルがオープンした後、街の人に声をかけながら販売し、歓喜に沸き興奮した様子がデジタルパネルの映像で表現されています。モダンマーベルという現代の脅威の展示では、タッチパネルのデジタルディスプレイを使用してエンパイアステートビルを環境に優しい空間にするため、ビル運営の省エネ対策などの概要が説明されています。エンパイアステートビルが取り組んできたサステナビリティの対策などについて解説されています。2007年から改修工事により消費エネルギーを年間 38% 削減し、年間440万ドルの節約が実現したことが書かれています。2011年以降、すべての電力を再生可能な風力発電で賄っているそうで、こういった環境を配慮した先駆者的存在であり続けるための取り組みを遊びながら読むことができます。エンパイアステートビルは地球のために環境に優しいエコフレンドリーなビルであることがここで強調されています。オーティスエレベーター会社のセクションでは、当時のエレベーターのリレー式制御盤の技術がどのように機能したかを紹介しています。この当時の最先端のエレベーターは、速度と着床精度を管理する高度な信号制御を備えており、ロボットエレベーターと呼ばれていましたが、まだ作業員が必要でした。現在使用されているエレベーターはすべてコンピュータにより運営されています。このエレベーターは実際に86階から102階の間で使用されていたオリジナルのものを復元したものだそうです。エレベーターシャフトの中央に立つとエレベーターの気流を感じることができ、デジタルパネルに映し出された外の景色も変化するので、実際乗っているような体験ができます。こちらの青い光のトンネルのような場所に入ると、現在使用されている102階行きのガラス張りのエレベーターの復元があり、そこに搭載された最新テクノロジーを体感することができます。エレベーターシャフトを歩いて通り抜けることもでき、動きでよって発生するエネルギーを間近で感じることができ、エレベーターの移動距離を再現するデジタルパネルのシミュレーションは音響もあり大迫力です。アーバンキャンパスという都会のキャンパスコーナーでは、現在テナントとして入居しているハイテク企業のオフィスなど、ここで実際働く人々が体験する日常的なエンパイアステートビルを紹介し、いくつかの光景を垣間見ることができます。現在76階まで多くの企業がこのビルでオフィスを構えています。覗き穴から見えるこれらのオフィスがどのようなものか、内部の視点を見ることができ面白いです。世界で最も有名なビルというセクションでは、72の大きなスクリーンがあり、180度のサウンドシアターが設置され、1930年代以降のポップカルチャーのハイライトを見ることができます。ここで舞台となった映画、テレビ番組、コマーシャル、アニメ、ビデオゲームなどを紹介し、象徴的な音楽も流れているので迫力があります。600を超えるモンタージュでエンパイアステートビルのエンターテインメント界への貢献の側面などを見ることができます。キングコングのセクションでは映画のポスターが貼られています。
壁を突き破った等身大のキングコングの指が室内にあり、窓の外にはキングコングがこちらを覗き込んでいて、ビルからぶら下がって戦闘機をかわしています。音響も迫力があって、キングコングがうなり声を上げたり、怒った時の振動を感じることができます。オリジナルの映画と同様に、1930年代のオフィスの窓の外から飛行機が見えます。キングコングの手の上に乗って写真撮影もできます。オリジナル映画キングコングは1933年版、歴史上に残る怪獣映画の古典ですが、リメイク映画として1976年版、2005年版が作成され、2005年版は CG 技術を使用した美女と野獣の感動ラブロマンスドラマ、ホラー要素もある痛快アクションアドベンチャーとなっていて、私はこちらの方が楽しめました。2階の最後の展示はエンパイアステートビルの展望台を訪問した超大物有名人や世界的タレントを紹介するセレブリティというセクションです。多くの世界中の著名人の写真とサイン付きの記念品が飾られています。この通路を見て楽しみながら、次の行き先である80階の展望台行きのエレベーターへ向かいます。80階行きのエレベーターでは、エレベーターのドアが閉まった瞬間から1分間天井に映像が流れます。エンパイアステートビルの建設時にタイムスリップしたような感じで、実際に作業員の視点で工事現場を見ることができ、鉄骨が頭上を行き交い、労働者の掛け声や工事現場のサウンドもあり、リアルで鮮やかな体験をしているようです。建設プロセスの空想的な描写でビルに登っている感覚を味わえます。80階の展望台からの眺めは本当に素晴らしくて、高層ビルがびっしりと並んだマンハッタンの眺めは圧巻です。ここから有名百貨店メイシーズのフラワーショーも見えます。Above and Beyond というエリアはエンパイアステートビルとニューヨーク市観光局の共同で作られた展示エリアです。タッチパネルのデジタル画面には日本語の言語を選ぶことができ、ここで自分個人のニューヨーク観光プランを作成できます。興味がある内容と滞在日数など質問に答えると、その人に合ったニューヨーク市内のアトラクションとおすすめ観光プランのリストが提示されます。リストは QR コードを使用して個人の携帯端末にダウンロードしたり、電子メールで送信したりできます。カスタマイズされた最新のスポットを紹介してくれたり、さらにニューヨークが楽しめるように工夫された空間です。光の芸術性のコーナーでは、世界的に有名な照明デザイナーのマーク・ブリックマンがナレーションする短編映像展示コーナーで、エンパイアステートビルの光と音楽のショーの制作過程にスポットを当てています。1976年以来、エンパイアステートビルの頂上部分がライトアップされ、年間を通じて伝統的なイベントや記念日がある際には鮮やかな色の組み合わせの光に照らし出されます。2012年からは最新の LED 照明システムを導入し、1600万色以上の表現が可能になりました。ここはスティーブン・ウィルシャーの絵画コーナーです。彼は有名なイギリス人アーティストで、当時エンパイアステートビルの80階に住んでいたようなんですが、1917年ヘリコプターでマンハッタン上空を45分間飛行し、その後記憶だけを頼りに4日間で信じられないほど精密なニューヨーク市の風景画を描きました。この絵がこのエリア全体の壁に展示されていて、とってもおしゃれです。このエリアはニューヨーク市の風景と呼ばれていて、天井にはおしゃれなデザインで、どちらの方向にどの観光地が見えるかが示されています。
クラシックな望遠鏡がたくさんあり、そこを覗いてみるとタイムズスクエアなどのニューヨークの6つの有名な観光地のパノラマビューを見ることができます。窓からはワンワールドトレードセンターや自由の女神も見えます。さらにここからまたエレベーターで86階へのエレベーターに乗って外の展望台に向かいます。エレベーターまでの通路の途中にはエンパイアステートビルを宣伝した昔のチラシやハガキなどが展示されています。86階の展望台に到着するとエンパイアステートビルの美しい夕方のパノラマ写真があります。ここからニューヨークマンハッタン屈指の摩天楼が360度見渡すことができます。ニューヨークの4月はまだ肌寒いので、上部には電気ストーブがたくさん設置され、外でも暖かくて快適に見て回ることができます。お天気が良かったので、ここから6つの州、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルバニア州、コネチカット州、マサチューセッツ州、デラウェア州が見渡せます。102階展望台は私は登ったことがありませんが、全面ガラス張りで絶景が見渡せるそうです。下りのエレベーター付近にはタッチパネルの大きなデジタルパネルがあり、エンパイアステートビルで撮影した自分の写真を共有できる場所があります。ハッシュタグを使ってインスタやツイッターでシェアされた多数の画像で作られたモザイクシャドウが展示されています。実際触って個人の SNN の写真が見れますので、子どもたちも触って楽しめます。下りのエレベーター内でもまた天井に映像が映し出されます。エンパイアステートビルのアールデコ様式のデザインで有名な5番街側のロビーを最後にご紹介しますが、このロビーのデザインが使用されていて、エンパイアステートビル出口を飾る象徴的で独特な壁画が美しく変化し、タイムスリップして現代のニューヨークに戻る準備をするという過程を表現しているようです。エンパイアステートビルの公式ギフトショップでは、ここでしか手に入らないお土産が数多く揃っています。歩いて見るだけでも楽しいですが、私個人的にはポスターが結構素敵だなと思いました。お値段は観光客向けということで決して安くはないです。ギフトショップを出ると5番街に続く出口には伝統的なアールデコ調で表現された芸術史に残る美しいロビーがあります。この5番街ロビーは以前は入り口としても使用されていました。きらびやかな星型模様と金属の装飾がホール、エレベーター、天井を覆っていて、歴史的建造物に指定されている数少ない内装の一つです。魔法のようなまばゆいばかりの空間が広がるアトリウムで、当時のデザインが復元されています。ロビーの巨大な天井画は2009年全面改修され、23金の金箔を使用した星や太陽、歯車が散りばめられており、1931年開館当時と変わらない輝きでよみがえっています。エンパイアステートビルでは小中学生向けの教育プログラムも充実していて、体験型の展示を通して子どもでも歴史や芸術を楽しく学べる工夫がされています。世界で最も有名でニューヨークのアイコン的存在であるこのビルは、歴史や建築、デザインなどが体感できる素晴らしい観光地です。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできれば嬉しいです。それでは失礼いたします。